こんにちは。いつも見ていただきありがとうございます。今回は焼きつくねを作っていきます。タネのベースとなるのは鶏ひき肉約 300g と、あとは玉ねぎ、レンコン、そしてアクセントに大葉を入れます。あとはパン粉と卵を使います。ちょっと大きめの食べ応えのあるつくねを作っていきますので、よかったら参考にしてみてください。まずはボウルに鶏ひき肉を入れて、そこに塩を小さじ1/2分の1加えます。塩を加えたら、ここからは手を使ってしっかりと練り上げていきます。この段階での練りが甘いと仕上がりにちょっと差が出てきますので、ここはしっかりと練り上げるようにしてください。目安としては肉同士がくっついて白っぽくなるぐらいまでしっかりと練り上げるようにしてください。そしてラップをして出番が来るまで冷蔵庫で冷やしておきます。次は玉ねぎとレンコンを切っていきます。玉ねぎは約 70g みじん切りにしていきますけれども、この量に関しては80とか 100g ぐらいあっても美味しくなると思いますので、より玉ねぎの甘みが欲しい場合は多めに入れてください。玉ねぎを切り終わったら次はレンコンなんですけれども、レンコンはだいたい 5mm 角ぐらいの少し粗みじんというか大きめのみじん切りにしていきます。玉ねぎは甘みを加えて、レンコンは食感ですね。そして大葉は爽やかなアクセントになるので、この3つは入れていただくとより美味しいかと思います。あとはお好みで豆腐を入れる方も結構いらっしゃるので、豆腐を入れるとよりふわっと柔らかくなりますので、そのあたりもお好みで入れてください。今回は豆腐はなしでいきます。そして大葉は4枚千切りにしておきます。あと加えるのは溶き卵ですね。卵1個分で溶き卵を作っておいてください。ハンバーグの時もそうなんですけれども、ひき肉に卵を加えるときは溶いてから加えるようにしてください。溶かずに加えるとね、あまり馴染まない時がありますので、溶いてからの方がおすすめです。そしてこれは照り焼きだれですね。ボウルに醤油とみりん、料理酒、そして砂糖を加えて、照り焼きだれの用意をしておきます。次はみじん切りにした玉ねぎとレンコンを炒めていきます。フライパンにサラダ油をひいて強火にかけます。そこに玉ねぎとレンコンを入れて塩をして、玉ねぎが茶色く色づくぐらいまでしっかりと炒めるようにしてください。今回のつくねのサイズなんですけれども、鶏ひき肉 300g にレンコンと玉ねぎも結構多めに加えましたので、4個作るんですけれども、1つが結構大きなサイズで作ってます。食べ応えのあるつくねということで大きめにしてるんですけれども、なのでこの後種を作って焼いていくんですけれども、焼く時のポイントもありますので、そこもしっかりと押さえて、しっかりと中まで火が通るようにしてください。玉ねぎとレンコンがしっかりと炒め合わさったら、鶏肉に加えて、そこに大葉とパン粉も加えて、ヘラを使ってしっかりと混ぜ合わせていきます。鶏ひき肉単体の時は手を使って練り上げたんですけれども、ここはヘラを使って混ぜていただいても大丈夫です。そこからすくうように全体がしっかりと混ぜ合わさるように混ぜていきます。そしてここで溶き卵ですね。1個分を加えて全体が馴染むように混ぜ合わせてください。全体がしっかりと混ざり合ったら、先ほどもお伝えしたんですけれども、今回は4個分を作りました。なので全体が混ぜ合わさったら、この段階でこのようにヘラでだいたい4等分に分けておいてください。そしてここからは手にサラダ油を塗り、俵型に形を整えていきます。4個分作りますので、1つの塊を手に取って、ハンバーグと同じようにキャッチボールをしながら中の空気を抜いてください。中の空気を抜くことで、加熱した際に中の空気が膨張して破裂するのを防いでくれます。今回は4つ作りますけれども、少し大きめなので、もう少し小さいのがいい方は6個ぐらいしてもらっても全然大丈夫です。
形を整えてからもし冷凍保存するんでしたら、この段階で1個ずつラップをして冷凍をしてください。冷凍から加熱する場合は必ず完全解凍してから使うようにしてください。それでは用意ができましたので焼いていきます。火にかけていないフライパンにサラダ油をひいて種を並べます。今回つくね1個が結構大きいんですけれども、このフライパンは20センチで小さめのフライパンで焼いてますので、特に大きなフライパンを用意することなく焼けるかと思います。4つきれいに並べたら中火にかけます。そして焼け始めたら火加減を弱火に落としてください。そしてまず上下2面分をしっかりと焼き目をつけていきます。そしてここからは火加減は常に弱火を保ちながら、この後蓋をも使いながらしっかりと中まで火を通していきます。ここで焦ってしまって火加減を強くしてしまうと表面だけ焼けて中が生焼けっていう場合がありますので、弱火でじっくりを保つようにしてください。そして上下が焼けたら次は側面を焼いていきます。このように1個ずつ転がして側面を焼くように位置を変えたら、ここからは蓋をして約3分蒸し焼きにしてください。3分後ですね。あと1面焼いていない側面を次は焼いていきます。最後の面も位置を変えて焼けるようにしたら、ここからも蓋をして約3分同じように蒸し焼きにしていきます。これで合計蓋をして約6分蒸し焼きにした状態です。これで4面全面に焼き目がつきましたので、一旦取り出してください。この後は照り焼きだれを絡めていくんですけれども、中まで火が入っているかどうしても心配な方は一つだけ包丁で中を切ってもらって見ていただいてもいいかと思います。取り出したらフライパンはそのまま使うんですけれども、焦げがついてますのでペーパーでしっかりと拭き取るようにします。ペーパーで拭き取ったら用意しておいた照り焼きだれを加えて火にかけます。火加減は中火で大丈夫です。少しタレにとろみがついてきたら、ここでつくねを戻してください。そして転がしながらタレを全体に絡めていくような感じです。ここでの注意点は、火加減を強めてしまうとタレが焦げてしまう場合がありますので、火加減は中火ぐらいを保ちながらタレをあまり煮詰めすぎないのがポイントです。これぐらいがいい感じですね。全体にタレがしっかりと絡んだら出来上がりです。今回のレシピ焼きつくねはいかがでしたでしょうか。ポイントは鶏ひき肉をしっかりと練り上げ、具材には玉ねぎの甘み、レンコンの食感、そして大葉の爽やかなアクセントがポイントになってきます。少し大きめなので火の入りが心配になるかと思いますけれども、弱火でじっくりと蓋を使いながら蒸し焼きにすることで中までふんわりと火が入り、美味しいつくねが仕上がります。たくさん作って冷凍する場合は焼く前にラップでくるんで冷凍をしてください。あと大きさに関してももう少し小さめの大きさに作ってお弁当にも最適かと思います。それからひき肉に豆腐を混ぜるとヘルシーでよりふわっと仕上がるかと思いますので、よかったらアレンジもしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。